せ、いらっしゃいませ。本日も吉正 DIY チャンネルをご覧いただきまして誠に誠にありがとうございます。で、今 BMW Z4 の現状なんですけども、タコメーターのところの、3000回転のちょうど下のところにエンジンマークの警告灯がついてます。こういうような警告灯がついている限り、車検っていうのは通りません。なので、これはまずどうしても解決しなきゃいけないような問題になります。それから今ブレーキを踏んだような状態にしてます。ブレーキランプ、こっちも反対側もついてるんですが、真ん中のハイマウントストップランプがついてません。これはダメです。これ給油口の蓋なんですけども、ここの紐がちぎれちゃってるのはどうしようもないんですが、このキャップですね、このキャップのパッキンのところ、ここのところですね、ここのところはもうガビガビになってて気密性が保たれてません。なので走ってるとガソリン臭いっていうような感じになってます。なのでここは交換します。で、今日から本格的に BMW の整備を始めるんですが、まずは何はともあれジャッキアップしようと思います。はい。で、今映ってるのは、私が作ったスロープです。なんでこんなものがいるかというと、この車非常に車庫端です。フロントをジャッキアップするときにここに、ジャッキが入りません。なのでこのスロープに一回乗り上げて、ジャッキを入れるような隙間を作る必要があるので、こんなスロープを使います。今うまく、スロープの上に、車の前輪を乗せることができました。はい、ジャッキアップに使っているような道具です。これがフロアジャッキですね。それから今私のガレージって畳敷きなので、ジャッキを上げるときには、硬い鉄板の上に置く必要があるので、こんな鉄板使ってます。それから、これはジャッキアダプターですね。ジャッキアップポイントのところに、かませて、少し最大高を稼ぐっていうようなための道具です。今、自作のジャッキアップアダプターをジャッキにタイラップで固定したところです。はい。今画面の中央にあるあたりが、ジャッキアップポイントになりますね。画面で言うと上の方の黒い、樹脂でできているカバーがスプラッシュシールドといって、泥よけのシールドです。で、その後ろの金属でできている、多分これアルミかな？軽いんで。出てきている板の方をリインフォースメントパネルといって補強パネルの意味になります。でその補強パネルの一番前のところに、ちょっと凹んでる、くぼんでる部分があるんですが、そこにジャッキを当てるというのが普通のようです。まあ、ただ、50s キッズさんもおっしゃってたんですけども、ここはだいたいジャッキアップするときに、曲げてしまうとか凹ましてしまっているような車が大半だそうです。私の車も、まあ、ぼちぼちと歪んだりしています。はい、今最大地上高、最大高まで来ましたね。こんな馬をかけていきます。今前輪のジャッキアップポイントに馬をかけようとしています。フロントタイヤは完全に注意に置いてます。どこにかけるかというと、ここですね。ここにジャッキ、リジットラックを当てます。こんな感じでいいと思います。こういうのがちゃんと入ってるのか確認しましょう。そしたら次はジャッキを下ろすんですが、なるべくゆっくり丁寧に下
下ろしていきましょう。はい、うまく乗っかりましたね。ちょっと前寄りですけども、ちゃんとジャッキアップポイントに、リジットラック、馬が当たったと思います。で、このリジットラックも今、畳の上に置いてるわけなんですが、リジットラックが畳にめり込んじゃってるような格好になってますね。下に板を引き直しました。これで大丈夫でしょう。ジャッキアップポイントもちゃんとしっかりかかりました。反対側のところもちゃんと乗っかりました。板を敷きました。ジャッキアップは本当に危険な作業なので、最新の上に最新で、厳重注意で、最新の注意を払って行いましょう。Z4 の後ろに来ました。今ちょうど画面に、映ってる中央にボルトの頭が2本見えてますけども、あそこが後部のジャッキアップポイントになります。で、ところが、ジャッキが入らない。あら、やっべえ、どうしよう。困ったな。ここの取っ手のところがちょっと高くて、ジャッキアップポイントまで入りません。さあ、どうしましょうか。はい、今この取っ手の部分外しました。さあ、これで入るでしょうか。あ、やった、入る。やっと、OK。いけそうっすね。入りますね。ちょっと後ろだな。リフトアップ、最大リフトアップ量まで来ましたね。やっと前後とも馬に乗っけることができました。マフラーです。これがトランスミッションのオイルパンですね。リインフォースメントプレートの蓋ですね。これ何するかと、オイル交換の時に開ける蓋です。見ればわかるようにオイルでぐっちょりです。濡れてます。で、これなんで濡れてるのかというと、オイルパンのガスケットからオイルが漏れているからです。これを修理するために、このエンジンハンガーを作ったっていうようなことになりますね。で、ここのところが、さっきジャッキアップで、アダプターで、上げたところですね。これアルミ製なのかな？やっぱりこんな風にガタガタに凹んじゃってます。で、この前の黒いところがスプラッシュシールドですね。これはネジで止まってますけども、だいたいこすっちゃってベリベリになっちゃってます。こことか一回補修したところなんですけども、もう破れてますね。はい。で、BMW のボンネットの中です。BMW の、エンジンルーム非常にスッキリしてます。パッと見て、これが何って分かりやすくできてます。ボンネットの中改めて見ていきます。クーラントを補給するためのキャップですね。それからこのパイプは、ブリーザーパイプか。これ一回ここの、ヘッドガスケット交換するときに間違えて取っちゃってパキッと折っちゃってますので、これも交換します。それからここはオイルエレメントの蓋ですね。35mm のナットが必要になります。モンキーレンチでもいいかもしれません。締め付けトルクが25ニュートンメーターって書いてあります。かなり緩い、締め付けトルクですけども。それからこれはオイルフィルターのケースですね。で、これはオイルのレベルセンサー、レベルゲージ。で、ここにマフセンサーってやつですね。で、これがディサバルブっていうやつですね。これがオイルのフィラーキャップですね。ブレーキのマスターシリンダーとか、リザーバータンクとかがありますね。これウォッシャーのタンクですね。中は。空っぽになってるんじゃない？ほとんど入ってないような感じがするな。それでは吸気系の分解をやっていこうと思います。非常に基本的なメンテナンスになりますね。まずはエアフィルターを外します。
エアフィルターのボックス、ちょっとホコリだらけになってますけども、これをまず外していきます。ここと、ここ、それから反対側行くと、それからここと、あるね、4箇所ですね。こんだけです。これでこう持ち上げれば外れます。で、他のところも外します。